にちは、もみじの旅チャンネルです。今日は大阪通天閣まで来ました。この日は土曜日だったんですけども、空はどんよりとあいにくの雨模様でしたね。そうね、もう15年ぶりぐらいですよね、通天閣来たの。久々。そう、今ボソッと言ってましたけども、僕は15年前に関西に来たので、この界隈はそれ以来だったんですよね。新世界一はこの通天閣通り商店街をまっすぐ歩いていくと、阪海電気軌道の恵比寿駅があります。ちょっと覗いてってみようかな。とその前にこの今新世界市場っていうのをちょっと見かけたんで、ちょっと覗いていってみましょうか。15年前に私が関西に来た時にここの付近をね、歩いた時にはですね、まだ将棋道場がたくさんあって、とてもなんか賑わってたんですけどね、なんかいつの間にかなくなってしまって、今は射的場に変わってましたね。なんかすごい射的場がたくさんあったのがね、ちょっと印象的でした。ここが阪海電気軌道阪海線の起点、恵比寿町駅です。ここからレトロな路面電車の旅が始まります。駅のプラットフォームに1台だけ電車が入ってましたけども、この子はもう701型って言ってね、阪海電車の中では一番主力の電車ですね。阪海電気軌道は通天閣の近くの恵比寿町駅から浜寺駅前駅まで走る阪海線と、天王寺駅から住吉停留所まで走る上町線があります。しかし阪海線の直通電車は1日数本しか走ってなくて、通常は恵比寿町駅から我孫子道行きに乗ってですね、我孫子道で乗り換えて、天王寺から来た浜寺駅に乗り換えるっていうのが一般的なんですね。今回僕はですね、全線1日フリー乗車券のテクテク切符を利用して、往復で乗車することにしました。阪海電車は大阪では沈殿と呼ばれて愛されてるんですね。その始まりは1900年明治33年と、日本の鉄道黎明期にあたります。この頃は日本中に鉄道があちこちに伸びた時期ですね。当時の大阪鉄道、これは後の環状線になるわけですけども、それの天王寺停車場から住吉大社や、天下茶屋遊園への、旅客誘引が主たる目的だったようです。天下茶屋に遊園地があったんですね。開業当時は線路の上を馬が客車を引く馬車鉄道だったようです。南海鉄道も天王寺から天下茶屋間を開通させてバチバチの戦いを見せていたようですね。しかし、ほどなく南海に合併されてしまいます。馬車鉄道が、開通してから10年後の1910年明治43年に今の阪海電気軌道株式会社が設立されます。そして1912年明治45年に恵比寿町から浜寺までが開業して、ほぼ今の線路になったようですね。
います。今度会歩行者信号ご確認の上、自動車にご注意ください。電車に揺られて約20分、到着したのは住吉鳥居前駅。駅を出てすぐ、石の鳥居が迎えてくれる住吉大社で旅の安全を祈願します。お参りを終えた後は細井川駅から再び電車に乗って終点の浜寺駅前駅を目指します。堺トラムがやってきましたよ。側面の色が紫なのでシオンってやつですかね。とてもスムーズで乗り心地いいですね。最近の阪堺電車はご多分に漏れず利用者の減少に悩んでるんですね。ここ40年で10分の1にもなってます。特に定期券の収入が落ち込んでいて、これはやはり地元民の足離れが起きている状況ですよね。我孫子道を境に大阪側と堺市側に分かれているようなんですけど、堺市側は結構赤字に苦しんでるんですよね。堺市の支援によって回復はされているようなんですけど、やはり沿線の産業や学校などの誘致が必要なんじゃないでしょうかね。この堺トラムもですね、堺市の支援によって、運行されているようです。堺という地名は平安時代の頃から見られたようで、摂津、河内、出水の三国の境にあったことからついたと言われています。以前は大正寺駅を東西に走る大正寺筋が摂津と出水の国境で、堺はその2つの国をまたいだ町でした。江戸時代になって大和川が付け替えられてからは、摂津と出水の国境は大和川になり、堺は出水の町になったのです。
今の大和川は江戸時代に付け替えられたんですね。それまでは柏原市から大阪城の方に流れて淀川に合流していたようです。昔から大和川は洪水や氾濫を頻繁に起こす川だったんですね。で、大阪や京都の町の建設で奈良の山でですね、大量の、木々が伐採された影響で土砂が流出するようになりました。それで川底の高さが上がってしまって、洪水とか氾濫が頻繁に起こるようになったんですね。そこで江戸幕府が主体となって西向きにルールを変更する工事を行って、淀川から独立して直接大阪湾に流れ込むようになりました。同時に山林の伐採を制限して植林を進めて回復を目指したんですけど、土砂の流出が続いて堺の河口付近は土砂が堆積するようになってしまって、港湾都市としての機能は低下していくことになってしまいました。堺という町は古くから金属加工の町として有名でした。堺の包丁なんかはよく耳にしたんじゃないでしょうかね。包丁以外にも明治時代から自転車とかの製造修理も盛んだったようです。そうです。世界のシマノは堺市から生まれました。今ではどんな自転車にでもシマノの部品は一つぐらいは入ってるんじゃないですかね。線香なんかもよく作られてたようですけども、16世紀に中国から伝わりました。堺は当時有数の貿易港でしたから、いろんなものが入ってきたに違いありません。そして水量の豊富な石津川は和ざらしとか、浴衣なんかの染め物も産業として発展していました。そうですね。そう考えると堺っていう町は職人の町として発展してきたような感じですよね。職人の方が集まるようなそんなコミュニティがねあればいいんじゃないかななんて思いますけどね。皆様ご乗車お疲れ様でした。次は浜寺駅前終点でございます。南海線はお乗り換えください。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございました。次は浜寺駅前終点でございます。The next stop is Hamadera駅前。終点の浜寺駅前駅に到着しました。なんかねすごいとこに降ろされたんですよね。安心してください。乗り場はちゃんとホームと屋根がある、ちゃんとした駅舎があります。終点浜寺駅前。浜寺駅っていうのは南海の浜寺駅なんだけど、
その駅前の駅ってことですね駅前に和菓子屋さんがあったのでついつい入ってしまいました。どら焼きの5個のやつと、箱入りで。箱入りでいい。箱入りで。あ、一つ食べてこうかな。袋でよろしいですか。袋でいいですよ。袋で。はい。5つ。そうですね。ここで。中で。はい。あと今すぐ食べれるのってこれぐらいです。そうですね。今これ出来たてですので温かいですね。これ一つもらおうかな。はい、ありがとうございます。どら焼きとお餅買ってしまった。この洋館のような建物は南海浜寺公園駅の旧駅舎です。この建物は1907年に建てられた木造平屋建てで2016年までというから110年にもわたって現役使用された建物なんですよね。今南海本線は高架化の工事を進めているようでして、新しい駅舎はですね2028年に完成するっていうことなんですけど、この新しい駅舎にですね旧駅舎がエントランスとして、活用されて復活するようですね。この建物元にあった場所からですね30メーター移設したそうなんですけども、驚きですね。浜寺公園にやってきました。まあ今日は天気悪いんでね人はほとんどいませんけど、人がいない公園もすがすがしくていいよね。浜寺公園になる前は松林が広がる海岸でした。今でもねこの公園を歩いてると松の木がたくさん植わってるのが分かりますね。日露戦争の時はここに捕虜収容所などが建設されたり、大正時代には周囲が別荘地として発展して海水浴場がにぎわったりしました。まあ今海に向かって歩いてるんだけど、なんか向こうの方に、鉄塔のようなものが見えます。戦後の埋め立て造成によって海岸線は変わってしまいましたが、松林など保存されてかろうじて過去の姿を垣間見ることができます。そうか、一人で座るところ、そうか。子供がいたらなんか嬉しくなりそうな。ここ入っていいのかな。まあ入ってもいいみたいだけど裸じゃダメだよみたいなことですね。海が見えるところまで行ってんのかな。せっかくならね見たいけど、バラ園がバラ園があります。なんか綺麗に咲いてるやん。今季節な。あ、なんかすごいいい匂いする。
だいぶね落ちてるのもあるけど、写真を撮ろうかな、これだったら。本当にバラの種類が豊富でたくさん写真撮ってしまいました。まあ綺麗なんだけどね、ちょっと隣がなんかバーベキューエリアになってて、ちょっと肉の匂いが結構漂ってくるんですよね。海に近いところまで来ましたけど、一応ここは、なんか水路になってて、浜寺水路っていう風になんか名前が出てましたけど、向こう側になんだろうね、コンビナートとかそういったまあ人工島みたいのがあって、その先が一応大阪湾になってるのかな、そんな感じですね。まあ、歩いてこれるのは一応ここまでということで、ちょっと駅になんか喋ってますね。まもなく5時です。駅前のお菓子屋さんでちんべんどら焼き、電車の焼き印が入ってます。おうちでどうやってや。雨が上がった阪海線の終着駅、日常の喧騒から少しだけ離れた静かな時間を感じる旅でした。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。